来ました USA。 しかも US1 じゃん。これは確かねフロリダのキーウェストまで走ってる道路ですね。うわ懐かしい。アメリカ入るぞー。この葉っぱ禁止のマークは多分カナダで合法だけどアメリカで禁止な葉っぱのことだと思う。すごいな。この川を境にこっちがカナダでこっちがもうユナイテッドステイです。うわーめちゃくちゃ手こずったー。でもアメリカにやっと到着しました。3分で終わると思ったら3時間かかったんだけど、嘘でしょってぐらい怪しまれたレンガ調の建物見えますか？あん中に僕3時間いましたこんな時間かかると思わなかった。もうね、原因は一つ、僕の準備不足です。舐めてた。で、事の経緯を説明しますと、入国審査の列が本当は2列あるんですけれども、審査官が1人しかいなかったから1列に並んでて、で車がバーって前に7台くらいあったんかな。でその後ろに自転車でついてたんですよ。前に7台あるから結構時間かかるかも。1台1台丁寧に確認されてますね。中には全員降りて室内に連れてかれて、衣服に何か入ってないかとか確認されてるね。で30分ぐらい経ったら自分の番になったんですね。で事前情報としてはメキシコとアメリカの入国審査はすごい厳しいけど、カナダとアメリカはそんな厳しくない。でしかも陸路、空路じゃなくて陸路はもうすごい簡単って、他の YouTuber さんの情報でも聞いてたからめっちゃ舐めてて、でそしたらその審査官が女性だったんですけれども、もう眉毛こんなつり上がってる鬼軍曹みたいな女性で、ちょっと怖そうだなと思ったら、その女性が「おいお前なんでここ車なのに自転車で来てんだ、自転車はそっちだろ」って言われて、もうそこでもう完全にかまされちゃってるから「あすいません」とか言って自転車止めて「これでいいですか?」って言ったら、またその女性が「お前そこに止めたら邪魔だろ、もっと奥止めろ奥」って言われて「あすいませんすいません」とか言って、もう怖い怖い怖いとか思って、で止めて「早くパスポート持ってこい早く」って言われて「はいすいませんはいすいません」とか言って、もうメンタル崩壊してるわけよ。怖い怖い怖いとか思って「はいこれです」って見せたらでアメリカには何しに来たんって言われて、今自転車で旅しててカナダ横断してニューヨークがゴールなんですって言ったら、その女性がお前中入れって言われて、中入るのと思って、カナダの陸路めっちゃイージーって聞いてたんだけど、なんかもう怪しいと思われて別室に恐る恐る入ってったんですよ。そしたら4人いたんですね。男性女性女性女性、もう男性もこんなムキムキな人で、もう女性ももう髪をギューッと縛って、もうみんな厳しい怖い顔してたな。そうでそのうちの一人の女性が僕の担当になったんですけれども、いろいろ質問されて「名前は何?」とか「出身地は?」とか「誕生日は?」とか「家族構成は?」とかいろんなこと聞かれたんですよ。でも全部答えられて、全然いけるわ、これ答えてればアメリカ入国できるわと思ったんですけども、で困ったのが次の質問で「今日はどこに泊まんの?」って言われてやばい、この質問の答え準備してなかったと思って、でいつもはその町の適当なホテル名とか書いて済ますんですけれども、その準備をしなかったんで、僕もフレンズハウスとか言ってもう友達の家に泊まりますとか言ったら、その女性が「その友達の家どこ？具体的に教えなさい」って言われて、うわそこまで聞かれるかと思って、インスタでやり取りしてたことは事実だから僕もボストン&ニューヨークとか言ってそしたら女性が「いやお前ダメざっくりしすぎ」って言われて、今日ボストンまで行けないだろう、今日はどこに泊まんのっつって、でその質問の答えも全然用意してなかったから困り果ててパークって答えたんですよ。そしたらその女性が「あパーク?」っつって「嘘つくな」みたいなノリで言われたんで「いや嘘じゃない、パークじゃあ今日はどこで寝たんだ」っつったら「それもパーク?」っつっていやお前こんなに寒いのにパークなわけないだろ。余計怪しまれちゃって、そこで僕も全然準備してなかった、かつネットが使えなかったんですよ。何もかも証明できなくて、で担当の女性だけじゃなくてもう他の人にもこいつ怪しいからみたいな雰囲気になっちゃって、でなぜか携帯を預かるとか言われて、で携帯渡してパスコードを教えて、で1時間経ち2時間経ち、でそしたら、4人いるうちの3人ぐらいはもう僕の担当だった人とかもいやじゃあお前そんな怪しくないなみたいな雰囲気になってきたんですよ。もしかしたらこれいけるわっていう雰囲気になってきたんだけど、一人ボスみたいな権力持った女性がいて、その人だけが
こいつやっぱ怪しいみたいな感じになって、でそこにいてもずっと拉致開かないから、だったらもうすぐ近くにカナダのドーナツコーヒーのお店があるから、そこに行って Wi-Fi を使って宿泊先の方とのダイレクトメッセージのやり取りとか、そういうのを見せれば、証明になるから、そこでスクショ撮ってで戻ってきて見せればいいでしょって言っても、そのボスの人はそれはしなくていいとか言われてそれはしなくていいのと思って、そっちの方がいいでしょと思ったけど、なぜかなんかその人は堅くなに、いやそこまではしなくていいとか言われて、で最終的にどうなったかっていうと、3時間くらい経った後、その入国審査官の4人の全メンバーが僕の目の前に立って、でその代表のボスの一人が、お前はここで私たちに言った全てのことをスウェアできるかって言ってきたんですよ。スウェアってなんだっけと思って、あ、そうだ、スウェアって誓うっていう意味なんですよ。トーイック勉強するときにスウェアって出てきたと思って、こんなん勉強してるときはこんな単語どこで使うねんと思って、トーイックでしか出てこないだろうと思ったけど、スウェアここで使うんだっていう感動したんだけど、あ、いやスウェアとか言ったら、わかった、じゃあアメリカ入っていいぞとか言っていや、いいんかいと思っていやー面白かったな。最終的に何の証明もできなかったんだけど、 I can swear 誓うことができますって言えばアメリカに入国できるということが分かりましたこれ多分宗教も入ってると思うんだよな。やっぱキリスト教だから誓えるか誓えないかって結構大事なんだと思う。で最終的にはね、その鬼軍曹は最後まで僕のことを怪しんでたんですけども、他のメンバーとかはもうみんな携帯いじったりいやお前ほんと大変だなとか言って頑張れよみたいなちょっと笑ってて、表情も柔らかくなってて、3時間ずーっと室内にいたんですけれども、そういう人間模様を見れて面白かったですね。よくさ、中川家の礼二さんがその入国審査官のモノマネするじゃないですか。バン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 ノーノーみたいな。本当にあの人たちってああいう怖い性格なんかなと思ったんだけど、でも時間経って分かったのが、みんな優しい人だわ。あれもう演技ですね。それはそれで大変なお仕事だなっていう風に思いましたね。最後にはみんなね手振ってくれて、そのボス以外はみんな手振ってお見送りしてくれたんで、いい思い出だなでちょっと長くなっちゃったんだけど、何を言いたかったかっていうと、必ず日本に帰るフライトの証明、これを絶対まず用意すること、あと貯金残高、あとアメリカで仕事をしないっていう証明、あと滞在先、これをしっかりと証明するようにしてください。最悪その4つが証明できなくても、もうスウェア、I can swear って言えばいけるからそんな感じでアメリカに入国できましたというご報告です。よかった。こうやって家の前の星条旗を見ると、やっぱアメリカ来たなーって感じするわ。よーし、じゃあこっからボストン目指しますよ。初ボストン。ニューヨークもゴールなんでね、そこに行くのはもちろん楽しみなんだけど、個人的にはボストンがすごい楽しみなんですよ。初めてなんで、やっぱ初めてってテンション上がるよ。よーし、じゃあボストン行きますよー。行くぜアメリカ、楽しみぞアメリカも。